こんにちは、モナコのもう一品クッキングです。今日はね、りんごジャムを作りたいと思います。はい、お願いします。りんごは、これ富士ですね。富士の小さいのです。これ 750g あります。これ皮を剥いて芯を取ったら、だいたい 650g ぐらいになると思います。はい、これで作っていきたいと思います。これにね、酢とお砂糖ね、これ150g くらいあります。で、塩をちょっと入れますよ。りんごのね、40% ぐらいの砂糖を入れたいと思うんですけど、そうしたら200何歩ですよね。とりあえず150g ぐらい取りました。あと味見をしながらね、足りないようならお砂糖を加えていきたいと思います。りんごがすごく甘かったらね、そんなに砂糖もいらないと思うので、りんごの皮を剥きます。りんごの皮を剥いて、りんごの皮も一緒に煮て赤い色をね、ジャムにつけたいと思います。はい、このりんごの皮も使うので取っておきます。りんごは切ってね、鍋に入れていきたいと思います。すぐ使うので、塩水につけなくても大丈夫だと思いますよ。これにもう砂糖を入れときましょう。砂糖を入れるとね、りんごから水気が出てくるので先入れときましょう。切りながらね。すごく美味しそうなりんごですね、これは。はい。そしたらね、これはしばらくね置いといたらりんごから水が出るんですけど、弱火にかけていきましょう。かけて混ぜて。皮はね後で入れますね。りんごも入れましょうか。りんごの皮も入れました。そしてあとはね、ぐつぐつ煮ていきますよ。りんごの形が半分ほどなくなるまで煮ていきます。赤い色がつくと思うので、ここでりんごの皮を取ります。はい、りんごの皮を取り除いたので、また汁気がなくなるまでに煮ますね。だいぶ汁気がなくなってきましたよ。りんごも赤色に色づいてます。
ここにねシナモンをちょっとだけ入れます。シナモンもね抗酸化作用があるので、はい、りんごの香りとシナモンの香りがいい感じです。混ざり合ってりんごジャムも美味しそうな色になりました。焦げないように混ぜてますね。これはいいですね。パンにもヨーグルトにも合いそうですし、肉料理とかの付け合わせにも良さそうですし、カレーとかに入れても美味しそうですね。なんかいろいろと使えそうなりんごジャムになりました。これを消毒した瓶に入れていきます。わ、落ちそう。やっぱりこうだね。はい、できました。りんごジャム美味しそうにできました。ちょっとね、りんごの皮を入れてね、美味しそうなりんごの赤色出してみました。それからね、シナモンも入れてね、りんごとの香りと両方味わいたいと思います。すごく美味しい。お砂糖はね、少なかったんだけどね、りんごの甘さがあったね。りんごの甘さ、蜜いっぱい入ってたからとても美味しくできてます。これは料理にカレーとか入れるのもったいないくらいです。はい、大成功ですね。はい、うまくいきました。とっても美味しいりんごジャムできました。今日も見ていただいてありがとうございます。モナコのもう一品クッキングでした。とても美味しくなりました。はい。